はい、どうも金子でございます。ということで今日なんですけども、見ての通り海バックでお送りしております。釣りかと思いきや市場行ってきます。たまにはね、こういう背景からのスタートもいいなということで、やっぱ動画何撮ろうなって考えた時に一番手っ取り早いのは市場行って新鮮な魚見てこれって買うのが一番ね、やっぱやる気も出るし鮮度もいいんですよ。というわけでなんか今日市場で1品2品買って飯でも作りますか。そしたらまずいつも通りどんな魚がいるか見ていきましょう。うわー、今日も魚がいっぱいだな。こういうの魅力的だよね、このエイとかね。本当にこのエイは新鮮じゃないとね、臭いから。めっちゃ日が明るくなってきたね。今もう5時半なんですけど、もうめっちゃ明るい。天然赤貝めっちゃいいなこれ。でも貝が多いねこれね。鏡貝ね、すだれ貝、あけ貝とも言うよね。あけ貝ね、身が綺麗なんだけどちょっと旨味が欠けるよね。今日もサワラ売っとるね。でかいなやっぱ。あれもおそらく卵持ちだね。高級ハマグリがおるよ。1個300円。まあそんぐらいするよね。もう絶滅危惧種だよねこれ。もうね、この天然の本ハマグリは。わあ、もう岩ガキもすげえ良くなってきてる。身がパンパンだ。もうマガキはあんま見ないねやっぱ。何ジンベエって、これ干しガレーのことジンベエって言うかな。松川かな。これねめっちゃうまいんですよこのカレー。いや今日これもいいな。この時期ってねカレーが美味しくなってくるんですよ。カレー行きたいな。おお、サメのドレスだ。干しザメかな。すごいな。サメなんか市場行かんと愛知県売ってないですからね。うわー、お、いいね。桜ブリ、三重県のブランドのブリですね。このね桜が咲く時期にこう取れる天然ブリ。これね脂あってうまいんですよね。タケノコ売ってる。もうタケノコの時期か。朝どりのタケノコでけえ。1個1000円だって。あれ安いような気がする。さあどうしような。やば。干しガレーさっきより大きいやつおるやん。これいいな。だからなんかいつもここのブースいい魚持ってないすごいバンとメインで。ちょっと考えますこれ。ここもね安定していい魚売ってますよね。これ皆さん何か分かります？クロマグロの子供、ちっちゃいとねこんなんなんですよ。でこれブリの子供、こっちはツバスぐらいですね。ツバスって言いますね。おお、すっげえ。ボラ、大量のボラ。これ普通のウツボだね。これ前ねトラウツボっていう風に字幕ついちゃったと思うんですけど、これ普通のウツボです。ごめんなさい、たまに間違えます。うわこれでかいよ。あれあのイカ、コウイカだ。1杯3000円。うまいんだよな今。ミノカサゴ500円。珍しいな。割とねうまいんですよねこの魚。いい魚売っとるねこれもね。あずきマス、キジハタっていうかな全国的には。これも美味しそうだな。いやでもやっぱ今のところ候補は干しガレーかな。並んどるもんが春っぽいね。あんこうだ。今年あんこうやってないな。1700円この大きさで。安っ。これむっちゃ安いわ。そうだね、干しガレーにしようか。干しガレー買いに行きます。これ干しガレーください。ありがとうございます。これで今日はこれでしょ絶対。この厚みをほら、いいっすね。ちょっと軽く締めといやどうしような。締めようかな。じゃあちょっと借りよう。はい、おすげえ元気いいな。これが干しガレーよ。これよ。裏から締めてもいいんですけど、表からいきますわ。もうね、しまった。背骨1本ポンと落としちゃ OK で、エラをシュッと傷つけて血を出して、よいしょよいしょ OK でね、神経がこの背骨のこの真ん中、ここね、よし、ここ入った。でこれを神経をスーッと入れていくと。そうするとここにねこの金串が入りますと。色がねでシャーっと薄っぽくなりましたよね。これすると身の持ちが良くなりますね。完了。ほらこれ神経が通った胴体はこう白っぽいで、頭はね神経通ってないんで
この普通の色ですよね。最高の状態で買えた。ありがとうございます。よし、というわけで干しガレゲットで、いい魚買えたな。よし、家帰ってこれをさばいていきたいと思います。それでは帰宅。はい、改めまして本日の食材がこちら。さっきまで生きていた干しガレイっていうことでね、こちらキングオブカレー、干しガレーの登場でございます。カレーにもいろいろ種類はいるんですけど、この干しガレー、カレーの中で1位2位を争うぐらい高値で取引されてる種類でございます。そのぐらいね、めちゃくちゃ美味しいんですよ。お寿司屋さんとか行くと、こういう干しガレーとか、あと松川とか、あとマコガレーとか、ここら辺のカレーが高級ネタとして出てきますよね。そんなお寿司屋さんもこぞって使う高級カレー入りましたので、今日はこちらの干しガレーを使って、干しガレーのお寿司作ってみたいと思います。寿司はちょっと苦手なんですけど、こんないい魚が入ったということで、挑戦していこうということでやっていきたいと思います。そしたらこの干しガレーもうまだピンピンなんですよ。こう息が良すぎるんですね。神経締めもして最高の状態になってますんで、3日4日ほど寝かします。1週間ぐらい寝かしてもいいかなっていう感じですね。で、まだこの子、内臓が入ってますので、内臓入ったまま寝かしてしまうと、内臓の臭みが身に移っていってしまいますので、内臓とあと血綿ですね。血を取っていきます。まあ、頭は使いませんので、頭取っちゃいますわ。で、頭取るときも、鎌の上から落とします。よっと。こんな感じで。なんで鎌の上から落とすかというと、ここ鎌の下から落としちゃうと、柵にした時に、ここの身が剥き出しになっちゃって、捨てないといけないことになるんですよ。ちょんとしてね。でも鎌の上から、ここでバスッと落としちゃえば、この鎌もお味噌汁とか塩焼きとかで活用できますんで、熟成させるときは僕はね、鎌の上から、ここで頭を落としますね。そしたら内臓を出していきます。お腹はね、結構ぺちゃんこ。やばい、ニガ玉が。油断してしまいましたね。ニガ玉は潰れてしまったらすぐ洗いましょう。すぐ洗えばセーフです。そしたらここ、血綿が入ってますので、血綿を傷つけて、まあ、僕はね、手で取っちゃいます、こうやって。よっと。干しガレーはね、血綿がまとまって取れますね。ほら。ブラシでやんなくても手で綺麗に取れました。そしたらここに卵とか白子が入ってますんで、抜いちゃいます。熟成させるときはできるだけこういう卵とか内臓系も抜いちゃった方がいいです。極力身と骨だけにしてあげる。よいしょ。卵でしたね。卵でもまだ未熟なんですね。はい、こっちも取れました。で、こうやってゴシゴシとブラシでこすって、できるだけぬめりを取っちゃいます。すごいぬめり。で、裏側もですね。裏側こうなってます。まだら模様で可愛いですね。そしたら水気をふきふきと。ここでしっかり水気を取ること。これが熟成を成功させるコツですね。綺麗なお腹してますね。めちゃめちゃ美味しそう。こいつはね、刺身もうまいんですけど、煮付けも最高にうまいですからね。よし。これをキュッと詰めてと。そしたらこちら、グリーンパーチで包みます。普通のキッチンペーパーとかでもいいと思うんですけど、このグリーンパーチの方がね、うまくいくんですよね。匂いが出ないというか、お魚屋さんとかもこれ使ってますもんね。これピタッと刺してね。こんな感じですね。そしたらちょっと厚手のビニール袋に入れます。なんでこれ厚手のビニール袋を入れるかというと、氷の中で保存するんですよ。で、薄手だと破れちゃうかもしれないんですよ。で、破れて、このお魚の中に水が入ってきたらもう熟成失敗です。どんなにいい魚でももうぐちゃぐちゃ。もう水っぽくなっちゃいますんでね。ぎゅーっと縛って。この段階で空気が抜けてないか確認。よし、大丈夫そう。そしたら、氷をたっぷり入れます。干しガレーを沈めると。で、ちょっとお水を入れます。はい。そしたら、この状態をキープして、3日から1週間ほど寝かしていきたいと思います。それじゃあ、いってらっしゃい。衝撃の事実を発表したいと思います。なんと、18日間経過してしまいました。忘れてた。うわー、ちょっとこれやったな。いやでもね、18日間置いたけど、食べれると思うんですよ。この前の20日間熟成させたメダイだって、お刺身で食べれたんで、生きた状態からやったんで、絶対いけると思う。あー、でも全然、全然いい。持ってこう。水は漏れてない。匂い。全然臭くない。いや、やっぱね、氷で冷やし込むと、全然違うわ。冷蔵庫だったらもう20日間は腐ってますけど、ほらほらほら。
しっかりしてるわ。わかりますか、この感じ。血もまだ赤いし、全然いけますね。ただ、なんか僕なんて言いましたっけ？何して食べるって言ったかもう忘れました。ムニエルかお寿司か、なんか言ったと思うんですけど、それは19日前の僕の食べたいものだったんで、今食べたいものが大きく変わりました。レシピ変えます。今日はこちらの19日間熟成させた干しガレーで煮付けを作っていきたいと思います。このカレーの煮付けはマジでうまいですよ。ちょっとお刺身も作りましょう。じゃあまずは鱗取っていきます。こいつの鱗はね、取りにくいですよ。かなりしっかりついてますから。すき引きとかしてもいいでしょうね。でも煮付けにする場合は、すき引きより普通に鱗かけで取った方がいいなと思います。なんでかというと、すき引きにしちゃうと、真っ白でのぺーっとしちゃうんですよね。この鱗の模様が全部取れちゃうんですよ。煮付けの場合は、この鱗の模様が入った方が綺麗だなと思いますんで、鱗かきで取っていきます。はい、ざっくりと鱗が取れました。そしたらブラシで仕上げ。どうしても鱗かきだけだと取りきれてないところがありますんで、それを仕上げで取っていくと。で、ブラシでこすることによってぬめりも落ちますんでね。一石二鳥となっております。はい、このように鱗が取れましたら、じゃあ今日はこの白い方だけ抜いて、上の方を骨付きで煮付けにしていきます。意外とね、柳包丁だとおろしやすいんですよ。カレーとかヒラメって、邪道なんですけどね、嫌う人はすごい嫌うんですけど、柳はおろしやすいですよ。ピロ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 っと。そんなに超えてはないですね。油の乗りは50点でどうですね。こんなもんですね。もうちょっと油があると最高だったかな。やっぱ柳はおろしやすいな。はい、こんな感じにおろせれました。そしたら出刃で切り身にしていきます。ヒレは取っちゃってもいいんですけど、あえてつけときます。このヒレがあった方がなんかカレーの煮付けって感じがするんで、今日はつけときますね。一切れ、2切れ、2切れ、4切れと。ほんでこれ4切れにした時に、明らかにこの尻尾の方と頭の方大きいじゃないですか。なんでこれ尻尾と頭大きめに落としたかというと、この頭の方ってお腹が薄いので、食べれる部分が少ないんですよね。尻尾もそうですね。この尻尾の方に行くにつれて身が薄くなるんで、食べれるところが少ないんですよ。でも真ん中って一番いいところなんですよ。なので、料理にした時に、喧嘩にならないですね。今日はこの尻尾の方とど真ん中を行きましょうか。カレーはこのバッテンの切れ込みがよく似合う。カレーはバッテンがよく似合うんです。よし、そしたら煮ていきましょう。で、今日の煮付けはお水は一切使いません。お水を使わない代わりに日本酒をたくさん使います。で、日本酒使うんですけど、これ塩分の入ってない日本酒使いましょう。日本酒たっぷりこんないっぱい入れます。で、日本酒が入ったらみりんですね。みりんも入れます。これで照りを出していく。で、みりんが入ったんで十分甘みはあるんですけど、もっと甘みが欲しい方はちょっとザラメとか入れるとさらに甘みとコクが出ます。あんま入れすぎるとほんと甘くなっちゃうんで注意です。はい、そしたらふつふつしてきましたら、カレーの切り身を入れていきます。で、まだこの状態では醤油は入れません。ちょっと火を通していきます。タレをすくってはかける、すくってはかける。バッテンマークが広がってきておしゃれですね。やっぱカレーの煮付けはバッテンだな。ほんでやっぱすき引きじゃなくて、こうやって鱗描いた方が鱗の模様が出て綺麗ですよね。で、ここでポイントは蓋はしないことですね。蓋はせず、この日本酒の水分をどんどん飛ばしていきます。日本酒ってお米でできてるんで、すげえ旨味があるんですよ。なんでその旨味をどんどん濃縮していく感じ。で、みりんも砂糖も入ってるんで、どんどんとろみがついてきます。忘れてました。生姜も入れときましょう。2かけらぐらいポンポンと。で、今時期のタケノコですね。ご近所さんからいただきました。ちょこっと入れます。で、ある程度火が入ったら、そこにお好きなお醤油を入れてください。濃い口でも薄口でも何でもいいと思います。僕は濃い味が好きなんで、濃い口醤油を入れていきます。で、ここの段階で味は完璧に決めないです。醤油は入れすぎ注意。こんなもんですね。で、これでどんどん煮詰めていきます。
さあでは煮詰めてる間に刺身作っていきましょうか。もうサクッといきますよ。ちょっとでも寝かしすぎたな。刺身いけるかなこれ。ピロピロピロ。あ、ちょっと失敗しちゃいましたね。ちょっとキワキワを攻めちゃいましたね。で縁側外します。そしたら久しぶりに登場、鎌倉型のお皿。そしたら波乱を切ってちょっと添えて、でつまを奥にちょんと乗っけると。でそこに大葉をちょんと敷きまして、そしたら身を切っていきます。ちょっと薄切りでいきますか。薄く切って盛り付ける。薄く切って盛り付ける。あんまりたくさん盛らないことですね。昔はね結構がっつり皿に盛るやり方が好きだったんですけど、最近この少量の方がなんかおしゃれだなと思って。でほじそ、タンポポで、こちら僕の大好きすだち。すだちは極薄で切りますか。めちゃくちゃ薄く切る。このぐらいペタッと。はい、これで干しガレイのお刺身の完成。お、煮付けもいい感じにクツクツしてきましたね。ほらだいぶ水分が飛んできましたね。そしたら醤油控えめに入れたんで、まだちょっと薄いような気もします。このぐらいが好きな人はこのぐらいでやめてもいいと思うんですけど、僕はもうちょっと濃いのが好きなので、ここで味を決めます。バッチリと。こんなもんでいいでしょう。そしたらもうちょっとだけとろみをつけます。はい、ではいい感じにとろみがついてきました。このテリッテリのこの感じですよ。カレーの煮付けはこのぐらいが好き。よし、ここで火を止めます。はい、そしたらこちらを盛り付けていく。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。僕ね、このカレーの煮付けってほんとちっちゃい頃からの大好物なんですよね。親に今日ご飯何がいいって言われたら結構の確率でカレーの煮付けって言ってましたね。でまた僕らの地域ってカレーがうまいんですよね。干しガレーです。カレーの王様ですね。かなり甘めに炊きました。ホクホクのここら辺いきましょうか。いただきます。うまい。油はそんなないけど、そもそもこの魚のポテンシャルが高いから、うまい。この濃い味のタレとよく合う。このカレーはね本当に癖がなくて透き通ってるんですよね。でそのカレーのお出汁をしっかり吸ったタケノコですね。これ朝どれのタケノコなんですけど、やっぱ朝どれはうまいね。次こちらお刺身。鮮度的には問題なさそうなんですよ。ただちょっと水っぽそうかなっていう印象。どうでしょう。いただきます。まずくはねえけど、ちょっといまいちですね。お刺身で食べるんだったら寝かすのは間違いでしたね。あんまり寝かしたからといって育ってないですね。このぐらいのクオリティだったら買った当日池のプリプリの状態で食べた方がお刺身としては美味しかったかもしれません。はい、ということで今日はこちらの干しガレーの煮付けとお刺身ときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、じゃん。緑のやつ、16のやつ。健康志向でいきます。今日はね休館日ですのでいただきます。うめえ。幸せ。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は市場で見つけた干しガレーを使って煮付けとお刺身作ってみましたけども、カレーの煮付けは外しませんね。ちょっとね寝かしすぎてしまって大丈夫かなと思ったんですけど大丈夫でした。お寿司はまた今度挑戦してみたいと思います。これ下手なんだお寿司。これが動画越しに練習していきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。